めっちゃくちゃうまいです。皆さんこんにちは、カズさんビデオです。本日は福岡県朝倉郡にある道の駅筑前南の里で車中泊します。車中泊には本当におすすめの道の駅でした。そんな道の駅筑前南の里についてできる限り詳しく説明しておりますので、よろしければ最後までご視聴ください。道の駅筑前南の里到着しました。結構キャンピングカーの方止められてて、まあまあ綺麗な道の駅の印象ですね。あそこにもキャンピングカーですね。で、トイレここなのでもうすぐ近いですね。はい、それでは後ろの方に行ってまず準備をしたいと思います。はい、後ろにやってきました。時刻が今6時7分で、室内の温度は 14.5 度で室外は 12.7 度ですね。室外の温度計はナンバープレートのところに入れております。で、本当は明るいうちにこの道の駅に着きたかったんですけど、やっぱ帰宅ラッシュですね。平日なんで思ったより混んでてだいぶ時間がかかってしまいました。今日はですね、特にお風呂入るとかそういうのもないので、早速ですけど料理をしていきたいと思います。する料理、冬なんでキムチ鍋していこうかなと思ってますんで、子供がいたら食べれないのでこういう時に味わっていきたいと思います。あと FF ヒーターはこの通り温度が結構あったかいので、つけないわけにはいかないとは思うんですけど、そこまでは今日は寒くないですね。でも一応この FF ヒーターつけときたいと思います。こんな感じで P1 で動かしていきたいと思います。 P1 から P5 の中の一番低い設定ですね。はい、あと冷蔵庫今0度ですね。設定はマイナス2度で設定して0度に今なってます。中、キムチ鍋のキムチとか白菜、もやし、きのこ類、マヨネーズドン、あとビールですね。そういうの入れてます。こちら布団類ですね。前回寝袋だったんですけど、ちょっと掛け布団分厚めのやつ持ってきました。これで寒さ対策はバッチリと思います。 FF ヒーターを切ってても。で、ここシェードはしてないんですけど、こっちももしかすると網戸にするかもしれないので、今のところはそのままにしておきたいと思います。ではご飯の準備まずしていきます。はい、それではこんな感じですね。切った野菜、もやし、しめじ、白菜ですね。豚肉ですね。ちょっとニラを持ってくる予定がニラを忘れてしまいました。こちら1人分入れてます。結構多めですけど。キムチ 300g、 これもちょっと多めですけど全部使います。多分キムチの方は 200g ぐらい使って 100g つまみで食べようかなみたいな感じですね。味付けはごま油、肉を焼くときに多めに入れるのと、塩コショウはちょっと軽く振る、豆板醤味付けでちょっと入れます。あと鶏ガラスープですね。これで全体的な味をつけて、これは餅です。豆腐入れてないんで、豆腐みたいな感じで餅入れようかなと思ってます。好きなんで。で、IH ですね。窓を半分だけ網戸にして、で、蒸気を向こうに逃がすような感じでいけたらなと思ってます。それでは行ってみましょう。ごま油からかけていきます。
多めに入れます。はい、肉を焼いていきます。これですね、中でばらしていきます。ごま油をいい匂いします。肉はしゃぶしゃぶ用の豚ロースです。そんなに火を通す必要はないので、はい、野菜入れていきます。本当は白菜の芯から入れたいところなんですけど、はい、ドバッ、もう全部入れます。もうしめじ、白菜、もやしかき混ぜていきます。鍋の水分は白菜とか野菜から出てくるので、それでちょっと調整して後で足していきたいと思います。塩コショウ振ります。豆板醤適当です。鶏ガラスープ小さじ2ぐらいのイメージで振りました。これだけでもなんか肉野菜炒めで美味しそうですね。このキムチですね、汁も含めてじゃあ入れます。 300g あるんで、200g ぐらいですかね。ちょっと後で食べたい分ぐらいだけ残して、このぐらいは残しておきます。ちょっと弱火にします。お水ですね、足していきます。イメージとしては200から300ミリぐらいですね。ちょっと具材が浸かる程度で、一旦強火にします。で、餅ですね、入れていきます。もう少し水を足します。鍋後でちゃんぽん麺でいただきますんで多めにしておきます。そのまま煮込んでいきます。ある程度煮詰まったので取り皿に取り出して、キムチはこれつまみとしていただいていきたいと思います。ここに取り出しましたんで、キムチと一緒に食べていきたいと思います。いただきます。朝日スタイルフリー、これですね、生ジョッキ缶っていうのが出てたんで、これなので買ってみました。いただきます。めっちゃくちゃうまいです。これ皆さんぜひやってみてください。簡単なんで。キムチ鍋の素とかそういうのじゃなくて、もうキムチこれ 300g で170円ぐらいなので、これ入れて、もうあとなんか適当にすればもう本当うまいです。入れすぎないことだけ注意して、めっちゃくちゃうまいですね。野菜もシャキシャキだし、あと餅ですね、めっちゃとろけてますね。味も染み込んでるし、キムチもなんか残してて正解でした。味変で美味しいです。ではまずこれ全部いただいていきます。ちょっと量多いですけど頑張って食べます。これ2面持ってきてるんですけど、1面で様子見てもう1面食べるかは決めたいと思います。鍋後ですね。いただきます。いけるかな。
スープとか残したくないんで全部いきたいんで、それならリゾットとかにした方が良かったかもしれないですね。吸ってくれるんでスープ、そこら辺もその車中泊っていうのでいろいろメニューも考えていきたいですね。麺よりリゾットがいい。いや、もう一面はこれはやめておきます。めっちゃ早く。じゃあちょっとテレビでも見ながら食べていきます。はい、テレビでゆっくりしながら飲みながらと。時刻が今10時52分ですね。室内の温度21.5 度で、外気温が 8.5 度ですね。先ほどですね、ゴミが結構溜まってしまったんで、ナンバープレートのところに一旦まとめて、そこに直しに行きました。でそのついでにですね、トイレも行ってきたんですけど、めっちゃくちゃ綺麗ですね。入り口ちょっと迷ったんですけど、自動ドアでブワーン、最近できたのかな、なんかほんと綺麗ですね。キャンピングカーの方が車中泊にしに来る気持ちが分かりますね。おすすめスポットです。で、甘いものが食べたくなったんでアイスクリームの自動販売機を探してたんですけど、まあなかったです。後で自動販売機で甘めのものを買いたいと思います。で、もちろんこれ全部食べ終わって綺麗になってます。洗い物もうこれだけで済んでるんで、あとは割り箸とか紙皿とか使ってたんで、洗い物は最小限に済ませています。今からこれを洗って、ここでですね、いつでも寝れるようにベッド展開をしておきたいと思います。じゃあまず洗い物していきます。これでいつでも寝れるように寝る準備は完了したんで、もう少しテレビを見ながらゆっくりしたいと思います。その前にちょっと自動販売機で甘いものを買ってきます。はい、おはようございます。時刻が今9時半になろうとしてます。室内の温度 21.5 度、外気温が 7.5 度ですね。起きたのはですね、7時半頃に起きたんですけど、その時が室内の温度が9度台で外気温が 5.9 度だったんで、その時に FF ヒーターをつけました。 FF ヒーターは P1 でずっと動かしてます。室内テーブル出して、ベッド展開ももちろん直してます。布団類はあちらの方に片付けて着替えも完了してます。ささっと朝の準備は終わらせたような感じですね。あと外の様子なんですけど、結構キャンピングカーがここ多いので、キャンピングカーじゃなくても車中泊をされている方もいるし、このキャンピングカーの奥もジルが止まってます。こちら側も
ひよこですね。ここにあるのとあそこにも、あとですね、本当はこの隣に普通車で車中泊されてて、その奥にもキャンピングカーが止まってました。あそこの赤いクレアはずっと止まってて、手前の赤い軽も車中泊されてますね。っていう感じで、なかなか賑わってる道の駅ですね。で、私一番奥に止めてるんですけど、こんな感じで景色なかなかいいです。こんな感じでいい感じの景色が広がってるし、こっち側はもう誰もいないので、開けたまま景色を見ながら食事ができる、自然モニターみたいな、すごく安らぎますね。ここの道の駅、道路から結構入ってるので静かです。そもそも道路もそんなに通る道路ではないので、車中泊に関してはすごいおすすめですね。穴場です。トイレも綺麗だし、入り口自動ドアです。じゃあ今からこの景色を見ながら朝食の準備をしていきたいと思います。で、今日はロールパンを買ってきてるので、ロールパンに野菜、ハム、マヨネーズ、あとコーヒーですね。それで朝食を済ませていきたいと思います。準備が整いました。コーヒー、グリーンリーフ、ハム、マヨネーズ、パンですね。切れ目なかったんで入れます。じゃあまずこの1杯分の水をここで沸騰させていきたいと思います。その間にパンとかそこら辺の準備をして、でお皿の方に乗っけて食します。野菜多すぎましたね。なので隣に添えてます。マヨネーズしかないんですよね。マヨネーズもりもりで、とコーヒーですね。最高の食卓ですね。こっちで景色を見ながらいただきます。これは間違いないですね。美味しいです。そりゃそうですね。野菜、ハム、マヨネーズ、もうそれだけで最高ですよね。パンとハムの間にもマヨネーズ入れてるので、味付けはちゃんとされてるので、からしがあったらなお良かったですね。パン美味しいし、コーヒーもうまいし、左を向けば景色もいいし、いつも最高です。車中泊。じゃあちょっとゆっくり景色とテレビでも見ながら食べていきます。すごい。全然俺を感じない。形がよくわからない。洋風でも和風でもいけてません。外と一体になってるかそうですね。なのでお客さん来てもな。閉めてはないんですもんね。そうね、開けてます。カステラの朝ごはん食べて、ここもきれいに片付けてテーブルも直しました。歯も磨きました。時刻は10時半になろうとしますので、今から向こうの方にある道の駅ですね、ちょっと探索しに行きたいと思います。
買ったもの。まず豆腐。美味しそうですよね。ざる豆腐って書いてあって手作り感満載だったんで、今日の夜食べようかなと思ってます。セロリって書いていますけど、ちょっと言い方よくわからないんですけど、セロリと思います。こういう道の駅で買ったセロリってすごい美味しいんで、マヨネーズをつけていただきます。と銀杏、はい、普通にレンジでチンして食べると美味しいんでめっちゃ好きです。とレモン、めっちゃでかいレモンなんですよね。140円。レモンはハイボールにでも入れようかなって思うのと、長男がなぜかレモンかじるの好きなんで買ってみました。これぐらいですかねは冷蔵庫に入れて家に持って帰りたいと思います。あとは常温保管でいいとは思いますので棚にしまっておきます。では道の駅についてなんですけど、まず第一印象としてはめっちゃくちゃ人が多かったです。大人気の道の駅かなっていう印象ですね。私が今日車中泊した場所ですね、意外に道の駅からは離れていて、昨日トイレ行った場所の奥が道の駅と思ってたら、そこはただの休憩所でしたね。でそこをそのまま抜けると道の駅の本館の方につながってるような感じです。で道の駅の本館の途中に金魚かな鯉なのかちょっと分かんないですけど、ちっちゃいプールみたいなのがあって、鯉か金魚を発見できなかったですけど、売ってるのかなちょっと分からなかった。ちょっと奥まで行ったんですけど、めちゃくちゃ駐車場が広いです。で奥の方にもトイレはあったんで、おそらく24時間利用できるトイレなんで、奥の方でも車中泊はできそうでしたが、私がおすすめするのはこちら側ですね。で車中泊した方が景色も綺麗に見れるし、キャンピングカー泊まってる台数もおそらくこっちの方が多かったと思うんで、こっちの方が人気あるとは思いますし、トイレも見た感じ絶対こっちの方が綺麗なんで、車中泊するおすすめは絶対こちら側、入って左側ですねになります。で道の駅の外にも、お店がちょっとあって、うどん屋さんとか、あと唐揚げ屋さん、パン工房、麺屋さん、いろんなのが立ち並んでて、結構お客さんもそこで立ち止まって買ったりされてましたね。で道の駅に入ったら本当に人が多くて、やっぱり道の駅って言ったら野菜売り場が多いんですけど、値段はちょっと別に安いっていう感じはしなかったんですけど、いろんな野菜も私も見てるんで、入り口付近にイチゴが大きく売ってあったりとか、ちょっと高いんですけど、でも大きめのイチゴですごい美味しそうでしたね。あと今回買った手作り豆腐、いろんな豆腐の種類もあったんですけど、定番的なざる豆腐っていうのを今回選びましたけど、生鮮類はちょっと少なめでしたけど、お肉が売ってましたね。魚はちょっと見当たらなかったですけど、あともちろん惣菜系も置いてありましたね。お弁当から、唐揚げとか、値段も安かったですね。お弁当で400円台であったりとか、300円台で惣菜があったりとか、あと隅っこの方にもパン工房みたいなのがあって、でそこで作られてるだろうパンがザーッと売ってました。そんなに高くなくて美味しそうでしたね。だから朝ごはん食べてなかったらそこでパンを買って食べたらよかったなって思いましたね。いや本当すっごいなんか人気のある道の駅だなっていう印象でびっくりしました。車中泊してる時は車中泊にしては人が多いなとは思ってたんですけど、こんなに人気があるとは思わなかったですね。車中泊的にもめちゃくちゃおすすめな道の駅です。景色もいいし。という道の駅筑前南の里でした。では今回の動画はこれでおしまいにさせていただきます。最後までご視聴いつもありがとうございます。よろしければ次回もご視聴ください。ちなみに今日1日での消費が 20% 消費しましたね。 100% から始めたので、お水は半分入ってて、でこのぐらいになりましたんで、1日半分は使わないような状態ですね。メモリ満タンから使い始めて5分の3ぐらい余ってるような状態です。参考までにどうぞ。